こんにちは。野菜の日チャンネルです。今日はたくさん仕込んだ生地からルスティックやカンパーニュ、フランスパンなどを作ってみました。水分量が多めの生地は混ぜるだけで作れて、ゆっくりと時間をかけて育てていくとどんどん熟成して旨味が増します。パン作りに慣れていない方でも美味しく作れるパンですので、ぜひ挑戦してみてください。今回は強力粉だけの生地と全粒粉を1割配合した生地の2種類を作っています。それぞれの容器に砂糖、塩、ドライイーストを入れます。熟成させたい時間によってドライイーストの量は調節します。今日は20時間ほど熟成させてから焼く予定ですので、ドライイーストの量は通常の4分の1程度にします。粉の量の 80% のぬるま湯を加えて全体を混ぜ合わせます。気温の高い時期は水で作ってください。ドライイーストの量と加える水分の温度は気温や熟成させる時間によって変えています。今日はシンプルな生地を大量に仕込んで、時間をかけて育てる作り方を詳しく解説します。材料をよく混ぜて粉っぽい部分がなくなったら、容器に広げて蓋をして室温で2倍になるまで置きます。このようにシャワーキャップを使うのもおすすめです。生地が2倍に膨らんだら、生地を伸ばして畳む作業を4、5回繰り返します。生地を中心にまとめて、また2倍になるまで発酵させます。室温が10度以下なら5、6時間、20度前後なら2、3時間を目安に確認してください。2、3時間後、生地が2倍になっていたら、生地の中の空気を抜くように、また伸ばして畳みます。あくまでの目安の時間ですので、生地のボリュームや発酵による気泡ができているかどうかを目安にしていただくのがわかりやすいと思います。焼きたい時間になるまで生地が膨らむたびにこの工程を何度か繰り返して生地を熟成させてください。時間をかけても膨らまないときは生地を温めてみてください。生地が温まると生地が成長しやすくなります。だんだんと熟成する間隔が短くなって生地の弾力も出てくると思います。
焼き上がりの時間から逆算して1時間前に生地を3倍まで発酵させます。こんな風に生地が大きく膨らんでいたら、生地の表面に強力粉を隙間なく振ります。生地と容器の間にカードを差し込み、隙間を空けます。こうすると表面にたっぷり振った強力粉が隙間に落ちて生地が離れやすくなります。容器を逆さにして自然に生地を取り出します。取り出した生地の表面にも強力粉をたっぷり振ってください。この時点でかなり生地に弾力が出ています。これは強力粉だけのプレーンの生地です。カードで4等分に切り分けて、切ったままで焼くリュスティックとフランスパンの2種類を作ります。リュスティックはカードで切り分けただけで焼きます。側面にも強力粉をたっぷりつけて優しく形を整えます。天板にそっと乗せて、表面に切り込みを入れます。切り込みにオリーブオイルを垂らします。今日は250度に予熱をしたオーブンで20分焼きます。温度が上がりにくいオーブンの場合には最高温度まで予熱をしてください。予熱時間を長めにとってオーブンの中をしっかり温めてから焼いてください。残りの生地はフランスパンのように焼きたいと思います。生地のガス抜きをして四角に整えたら内側に2回折りたたみます。さらに中心から半分に折りたたんで、表面の生地を張らせるように留めます。転がしながら40センチくらいの長さまで伸ばします。太さが均等になるように整えてください。細長く切ったオーブンペーパーにのせ、生地が2倍に膨らんでもいいように隙間を空け、クリップやホチキスで留めます。乾いたタオルをふんわりとかけ、室温で2倍の大きさになるまで置きます。全粒粉の入った生地は一つの大きなカンパーニュにします。同じように大きく膨らんだ生地の表面に強力粉をたっぷり隙間なく振ります。生地と容器の間にカードを差し込み、隙間を空け、容器を裏返して自然に取り出します。生地が熟成して十分に発酵していると、このようにすんなりと容器から離れます。取り出したら強力粉は振らずに、
周りの生地を中心に寄せるように集めて、最後は一つに留めます。粉のついていない部分が生地の中に全部入っていくイメージです。しっかり留めたら裏返して天板に乗せます。両手で生地の周りを丸く整えてください。表面に十字の切り込みを入れます。ここで最初のリュスティックが焼き上がりました。オーブンが熱いうちに大きなカンパーニュを焼きます。切り込みにオリーブオイルを垂らして同じく250度で35分焼きます。フランスパンの生地が2倍に膨らんだら、留めた部分を外してオーブンペーパーを広げます。生地の表面に3本の切り込みを入れます。カンパーニュが焼き上がったらフランスパンを焼きます。同じ温度で12分焼きます。熟成した生地を高温のオーブンで焼くことで生地が大きく膨らみます。予熱時間をしっかりとってオーブンの熱を下げないように素早く入れてください。生地は室温に置いて何度か折りたたみながら丸1日かけて熟成させるととても美味しいパンになります。表面はパリッと歯ごたえがあって、中の生地は水分を含んでもっちりしています。今回はこちらのレシピ本に掲載している長期熟成カンパーニュの生地から3つのパンを焼く方法をご紹介しました。カンパーニュの成形とフランスパンの成形はレシピ本に詳しく載せています。生地を仕込んだらほったらかしで熟成することができるとても簡単なパンです。ゆっくり時間をかけて発酵させることで生地の熟成が進み、気泡のある美味しいパンになります。季節を問わず、ぜひ気軽に作ってみてください。詳しいレシピは概要欄をご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。